はい、どうも始まりました。今回はですね、こちらにある BOSS GT1、そして Zoom G1-4 関連の動画になるんですけれども、コメント欄ですごく質問いただくのが GT1 と G1-4 どちらがおすすめですかっていうコメントすごくたくさんいただくんですね。それぞれの特徴だとかサウンドの違いについてやっていけたらなと思います。今回2台つながってるんですけども、直列でつなぐとよくわかんないことになっちゃうので、ライムトーンベースという機材を経由して GT1 とそして G1-4 それぞれを切り替える形で接続できるようにしています。で、初めにちょっとお伝えしておきますけれども、今回の動画これどっちがいいですっていう優劣をつけるものではなくて、自分のお好みを見つけていただくってことを目的にやっていきますので、よろしくお願いします。じゃあまず両方オフですね。はい、今回このマッチレスっていうアンプでやってます。 JC だとかマーシャルの音作りちょっと困ってるっていう方はこちらの動画ありますので見ていただけると、音作り自分のやりたい方向に持っていけるかなと思います。コーラスがかかってる感じのサウンドですね。 GT1 ここをポチポチ押していくと次の音に進めるし、あとこの1っていうダイヤルを回してもどんどん次の音に行けたりします。で、ここにねパワーメタルリフトが初めから名前がついてるのでなんとなくわかりますよね。なんかこういう感じなのかなだとか、スラップバックエコーみたいなやつとかね。この GT1 の特徴としては、ここにコントロール1っていうペダルっていうかなんか踏むところあるじゃないですか。で、これを押すことによって何か機能に変化を与える。なんか具体的に言うと、これだとこの FX1 コンプっていうところのオンオフが変わるんですね。オフの状態だとオンにすると赤くなって、なんか音変わったじゃんみたいな形で音に変化を生むことができるんですよね。これ結構便利です。で、プリセットをこういう風に見てて、何これこの音いいんだけど、でも何使ってるんだろうってなった時に、ここを長押しするんですよね。すると出てくる。で、ここに T-WOW これね、タッチワウっていうコンパクトエフェクターがあって、それの音をシミュレートしたものが入ってるんですけど、T-WOW ってこういう音なんだっていうのがプリセットを聞いてる中で分かるじゃないですか。で、じゃあ今度使ってみようみたいなことができるようになりますと。じゃあリバーブはって押してみると、プレートっていうタイプのリバーブをかけてるぞっていうことが分かります。じゃあ自分で音を作るときにこのプレートの音をちょっと変えていこうかなっていう話になってくるじゃないですか。そうなってくると、このつまみをどうやって変えるのかってこれ結構簡単で、この123ってこの123これと連動してます。プレートリバーブのこのリバーブの音量を上げたいなってちょっと思ったら、この E レベルっていうのはこれエフェクトレベルってエフェクトの音量なんですけど、一番右じゃないですか。この一番右を回すとこれが増えます。で、今ちょっと適当なバッジを開いてますけれども、これをですね、赤いところを順番に押していくとですね、オフっていくことができます。全部オフにするともう本当に素の音になります。基本機能としてこのアウトレベル、ここ書いてますよね、下にアウトレベル、ここに入ってる全部の音の音量を一気にこれを下げると全部の音が下がってくれるので、これね非常に便利ですね。一番左の FX、 これから見ていきましょうか。これを長押しするとなんかねリストが出てくるんですよ。コンプレッサー、リミッター、さっきのタッチワウ、グラフィックイコライザー、これ何のことか分かんないですよね。分かりやすいところで言うと、そうだな、オクターブとかこれね、これだけだとなりません。なんでかっていうとオフだからですね。これもう一回ピッと押すとこのオクターブが今オンになりました。オクターブ下の音が足せたり、コーラスとかね、ビブラートとかもありますね。音がちょっと揺れる感じありますよね。次ちょっと歪みのどんな感じのサウンドかも見てみましょうか。じゃあまずミッドブースト。ちょっと歪ませるみたいなやつがあったりだとか、ナチュラルオーバードライブ。いいですよね。一回 G1-4 の音同じ歪みで聞いてみましょうか。GT1 今ラットっていうタイプにしていて、 G1-4 もラット系のやつで同じような音色で比べてみます。
すかさず G1-4。なんか音の感じちょっと違いますよね。同じ本当ラット系なんだけれども雰囲気違ったじゃないですか。でこれちょっと聞いてみて、あ、こっちの方が好きみたいな感じの思った方でいいです。でその差がぶっちゃけよく違いが分かりませんっていう場合は、機能の違いこれからもうちょっと説明しますけれども、だとか、あとはその重さの違いだとか、あとはデザインどっちの方がなんか持ってってテンション上がりそうだとか、もうそういうので選んでいただいて大丈夫です。じゃあ続いて G1-4 お待たせしました。で G1-4 なんですけれども、ここで前後の音にこういう風に行ったり来たりできて、でここのボタンを押すとその10番台をスキップできる。これ今46ですけど、3を押すと36、26で25に来たければ25みたいな形でパッチを行き来します。そして音を作りたいだとか調整したいっていう時はこの左上のボタン、これを押すと、今このメモリーモードなんですけど、次このストンプ、こういう並びでエフェクターが並んでるんだ。で次もう一回押すとエディット、その一個一個のエフェクトですね。5個並んでたのがこのエディットモードに行くと、その5個12345みたいな形でそれぞれの設定ができるっていう、そういうモードチェンジをして使っていくような感じになります。これもね、好きな音があればそれをこうベースに作っていくのがいいかなと思うんですけれども、例えばこれどんな音かな。歪んでコーラスもかかって空間もかかってるのかって僕ちょっと聞いて分かったんですけど、これね慣れれば分かるようになりますんで。でこのエディットモードの状態でこれでねオフにできるんですよね。こうやって全部オフにするとこんな感じで、これが歪みだったんだ、これはみたいな。コーラス系か、これはディレイ、これはみたいな。リバーブみたいな感じで、それぞれをねこう組み合わせて、じゃあもう歪まなくていいや、この3つだけだったらみたいなね感じで作れますね。で1個目にね入ってるこの ZNR って、これが素晴らしくて、これがねノイズを除去してくれるやつです。 ZNR オフだとめっちゃノイズ出るじゃないですか。でこの Zoom G1-4 で音作るときはこの先頭に ZNR を置くっていうのは、これ結構鉄板というか鉄則みたいな感じで、これ入れておくだけでもうノイズが全然出なくなるので非常におすすめです。じゃあちょっとどんな音が入ってるか見ていきましょう。今クローンコーラスこういうのが入ってますけど、ポチッと押すとスーパーコーラス。いやこれ、ね、めっちゃ入ってるんですよ。こういう風な形で音をね一個一個選んでいく感じになります。リバーブ系も最後見ていきましょうか。ホール HD ホール、これ気になるな。ちょっとなんかリッチなホールですね。スプリングいいですよね。なんかズームの音って感じだな。これをちょっと皆さんにぜひ感じ取ってもらえたらなんだけど、ね、なんか一個一個の音は違うんだけども、このズームんちの匂いみたいなのあるじゃないですか。G1-4 に関しては最大5個までこう音を連ねることができるんですけれども、ここを押せば一個一個オンオフはできるんですけども、ちょっとこのスイッチやっぱり足で踏むのはさすがに厳しいので、基本的にはこうやって保存した音をここで次の音に行ってまた次の音に行ってっていうような形で入れ替えて使うような形になります。 GT1 にあったコントロール、このペダルあったじゃないですか。コントロールを押した時だけ音量が増えるだとかディレイが増えるみたいな設定ができるんですけれども、 G1-4 の場合それはできないので、そのね、じゃあ音量増えたバージョンの音を隣に配置しておくだとか、そういったことで、対応するような形になります。じゃあそうやって作られた音がどんなのがあるのか、いくつかちょっと弾いてみますね。いきなりすごいのから来たな。で、そうだ全体の音量を先ほど下げるっていうのあったじゃないですか、 GT1 で。あれと同じことができまして、このメモリーモード、この通常の状態の時にここを下げると全体の
全部のパッチの音量を下げることができます。あとね、このロー、ミッド、ハイみたいなところもパッとここでね、全体のこのミッドっていうこの中域を上げたいだとか、もしくはカットしたい、あとは全体のこの広域のハイを上げたいだとか、そういった調整ができるので、アンプがこうちょっとギラギラしてどうしても耳に痛いなっていう場合は、ここでねアウトプットのハイを下げることによってそこのね調整が一瞬でできます。じゃあ最後これで締めましょう。なんだろう、ハーフトーンにしたらわーお、これもねフェイザー系のやつ使ってるんじゃないかな。あった、2番にねフェーズっていうのがありますね。フェイザー、初心者の方は、このねフェーザーって言われてどういうことってなると思うんですけども、実際買ってね聞き比べてみると、あ、これがフェーザーってエフェクターの音なんだっていうのが分かったりするので、そういったところでね勉強にもなるので、もうぶっちゃけねどっちもいいんですよ。どっちでも大丈夫です。ズームのねこっちの G2 上位機種があります。でこのね G1 と G2 の違いもこちらの動画でやっておりますので、価格帯だけで言うとこの GT1 とこの G2-4 がだいたい同じぐらいの価格帯、2万5000円ぐらいなのかなになってくるので、ズーム系がいいんだけれども、その中でもさらに上位機種というか高品質なサウンドをっていう方は G2-4 っていうのもね視野に入れてみるとまた広がるのかなというふうに思います。今回の動画良かったって方はぜひチャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いします。それでは最後までご覧いただきありがとうございました。またの動画でお会いしましょう。